待たせたな戦友ということで、ついに発売されました寿屋のスティールヘイズ。大人気ゲームアーマードコア6のこれまた人気機体、アーマードコアファン待望のこの製品を私吉本プラモデル部の山口が早速制作いたしました。すでに発売されているバンダイ版のスティールヘイズと比べて実際どうというところも語っておりますので、ぜひ最後までご視聴いただけたら嬉しいです。それではどうぞ。まずはパッケージの写真、よく見てみると表面に謎の芝模様のような凹凸が確認できますね。これは 3D プリンターの積層痕です。つまりこの写真は実際のプラスチックの製品ではなく、設計データを 3D プリンターで出力した原型をパッケージ写真に使用しているということがわかります。だからどうという話ではありません。このキットのタイトル的な部分にはシュナイダーナハトライヤ 44E スティールヘイズとあります。シュナイダーが企業名、ナハトライヤ 44E がコアユニットの型番、スティールヘイズが機体名なので、シュナイダー社の開発したナハトライヤ 44E をコアとする機体スティールヘイズという意味になります。難しいですね。ゲームをプレイしていればわかりますが、やってない方にはまずどれがこのメカの名前なのかすらわからないと思います。こういうのはロボットものあるあるですね。では足から組んでいきましょう。割とユニットごとにランナーがまとまっているので、物量の割にはサクサク組み立てが進んでいきます。20分程度で足1本組み上がりました。これだけですでにバンダイ版の身長を超えています。これでパーツ構成が把握できたので、左足は少し気になるところに部分塗装を施しながら組んでいくことにします。太もものちらっと見えるラジエーターフィンのような部分、ここも金属色のアクセントがあるといいなと思ったので、こちらも塗っておきましょう。アーマードコアっていうのはそもそも好きにカスタムして好きに色を決めるゲームですし、僕はこのスティールヘイズに関しては原作のカラーリングを完全再現することにそこまでの意味があるとも思っていません。ただアーマードコアの機体の魅力はロボットアニメではなかなか見ることができない無機質な機械らしさにあると思うので、こういう部分でメカっぽさを足しておくとよりアーマードコアらしくなるかなと思っています。ちらっと見える膝関節の内部にもちょっと色を足しておきます。ということで下半身が完成です。この足首のダンパーなんかは初登場時に大写しになるのでとても印象深いですね。下半身はかなりのパーツが ABS でできているので強度的にはありがたい反面、塗装はちょっと面倒かなと思います。さてこの足、こうやって太ももがスライドして動きます。これはゲーム内でガシャンガシャン歩いてる時と同じ挙動が再現されているのでとても嬉しいですね。バンダイ版では足の可動範囲はもう合ってないようなものだったので、さすがは光学キットといったところでしょうか。お次はコアユニット、すなわち胸のブロックです。この後ろ姿の情報量は素晴らしいですね。首元や腰の配線のような部分がロボットの電子機器としての側面を表現していて、今時のリアルロボットだなという感じがします。さてスティールヘイズのコアといえば展開状態が素晴らしくかっこいいわけですよ。これを再現できるのが寿屋版の大きな魅力。背中からハリネズミのトゲのようなコアが飛び出してアサルトアーマー、必殺技的なやつを発動します。この辺ゲームだとあんまりじっくり見ることができないので、実際触ることで形がわかるというのがプラモデルの大きな魅力の一つだと思います。ブースターを取り付けるとこんな感じ、いかにも速そうな感じが背中から伝わってきますね。お次は腕なんですが、この手首見てください。指の一本一本まで隙のない造形がされていて、しっかり表情のついた拳になっています。ちなみにバンダイ版ではこういう感じ。手首に関しては正直圧倒的なクオリティの差を感じました。では最後顔を作っていきます。目のところはクリアパーツになっているんですけれども、実はこれでは満足できない。というのも目の周りのメカの部分も全部一体成形で緑になってしまっているんです。ものすごく細かい部分なので仕方ないんですけれども、目の形はキャラの印象に関わるところなので頑張って塗装して本来の目つきに似せていきたいと思います。塗り分けたらこんな感じになりました。本来はかなり細く鋭い目つきをしているんですね。武器も作って全身が組み上がりました。スティールヘイズを象徴する武器であるレーザースライサーも素晴らしい密度感で造形されています。これちょっと驚いたのが背中に背負ったバーストライフルのマガジンの内部に銃弾が造形されていました。組んだら全く見えなくなるんですけれども、こういうこだわりは嬉しくなってしまいます。ではここから軽く汚しを入れて完成させていきたいと思います。まずは全体にラッカークリアの艶消しを吹いてシャバシャバに薄めたエナメルの黒を塗っていきます。エナメル溶剤をプラに直接塗るとプラを侵食して壊す危険があるので、先にラッカーでコートをしたんですけれども、それでも壊れるときは壊れます。なので壊れないことをしっかり祈っておきましょう。乾いたらエナメルを軽く染み込ませたキムワイプで優しく叩いて表面にまだら模様をつけていきます。こういう感じで表情がついたら完了です。最後にシルバーでドライブラシをしてところどころ塗装の擦れのような表現をつけたら次のカットで完成です。
さあ組み立て9時間汚し3時間で計12時間程度で完成しました。ボリュームの割にはあっという間だったなという印象です。ユニットごとにランナーがまとめられているのでパーツを探している時間がとても短く、本当にストレスなく組み立てられました。あとはパーツがポロポロ取れたりするのが全くないのが非常にありがたかったです。正直これまでのアーマードコアシリーズってスナップフィットとは言いつつ、実際接着剤を使わないとポロポロ落ちたりとか、そういうトラブルが結構あったんですけれども、今回はさすが最新キットなだけあって一度組んだらがっしりと組み合って非常に安心感があります。 ABS を多用しているので関節の強度もとても高く、こういう派手なポーズを取らせてもがっしりと安定してくれます。ではバンダイ版と並べて比較してみましょう。まずはサイズ、立たせ方にもよりますが、寿屋版が約27センチ、バンダイ版が約15センチなのでおよそ2倍程度の差があります。尖っているパーツの先端の形状もかなり違いますね。太もものスタビライザーの先、あとは何といっても顔ですかね。この辺りのシャープさはどうしても企業の性格上違いが出てしまいますね。寿屋版はうかつに触ると危ないぐらいシャープです。あとバンダイ版が発売された時、皆さん足の色気になったと思います。こんな茶色だったっけと思ったのではないでしょうか。こうして見比べてみると、この謎の茶色の足はスティールヘイズの本来の色であるダークブラウンとゴールドを混ぜた中間の色だったんじゃないかなというふうに思えてきました。色の再現度に関しても大きな違いがありますね。しかしモールドなど各部のディテールはバンダイ版も負けてないなと思いました。僕が塗装しちゃってるせいでかなり分かりにくくなってしまっているのが本当に申し訳ないんですけれども、この小さいサイズにみっちりディテールを造形したのは見事というほかありません。いろいろ違いを挙げつらいましたが、そもそも値段が4倍ぐらい違うわけですから、そのあたりも考慮するとバンダイ版も本当に素晴らしい製品だと思います。あとはアーマードコアのキットの発売ペースもバンダイさんは圧倒的に早いですから、集めて並べるにはバンダイ版が適しているんじゃないかなと思います。なんかバンダイさんアーキバス優遇気味じゃないですかね。やっぱ大企業だから親近感あるんですかね。俺は六文銭忍びをプラモ化してくれるまでずっと待ってます。それでは今回の動画は以上になります。気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いいたします。メンバーシップもやってますのでご参加いただけたら嬉しいです。というわけで以上、吉本プラモデル部副部長の山口でした。皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。